なんだけど、このフラッシュのおかげで自分がフリーというか、ピークできて倒すことができたっていうところで、やっぱりね、こういうフラッシュですね。はい、皆さん、こんにちは、なこです。今回からはですね、この人数不利シリーズっていうところで、人数不利ですね。今みたいな形で2対4で、不利な側ですね。人数が不利な側がどうして勝ったのかっていうところをですね、解説というか僕自身もね、見ていきたいなと思ったので、今回から、シリーズとしてですね、動画にしていこうかなと思ってます。で、まずこのラウンドはですね、初手はですね、大体もうどのチームも同じというか、バナナをですね、こういう形で取り合っていくと。で、取り合っている時にですね、一人がラークという形で、ここですね、アパートの方をコントロールしに行くっていうところですね。本当にインフェーノってこのバナナを取って取られてみたいな、お互いに CT もね、ここの、カーまでのポジションですね、そこのカーのポジションを取らせないっていうところがね、非常に大事になってくるので、こういった形で、保持し続けるってよりかは、もうお互いがもう取って取られてみたいな感じですよね。この後にテロ側が取り返しに来ると。取り返し方はね、いろいろあるんだけど、こういう形でモロトフを投げようと準備してるっていうところですよね。こういう形で対角にモロトフを投げて、で、エントリーがこういう形でですね、フラッシュもらって入っていくと。で、そこに対して CT も今みたいな形でフラッシュを投げて、お互いが本当にね、もうここは、なんか読み合いというか、ある種博打をすることもあるんだけど、そういった感じで取り切ると。で、厳しくなると最終的にはここにスモークを焚いて、CT はですね、こういう形で、引き守りをするっていうところになってくるんですよね。今ですね、バナナ側のですね、その、解説というか話をしてたんだけど、実はですね、もうこの間になぜか、テロ側がですね、なぜかもうここの CT にいるっていうところで、ここ挟まれるシチュエーションになってるんですよね。なんだけど、メジーがですね、ここの3キル持っていって2対4になったと。で、テロもですね、2人確定しているっていうところで、人数不利な状況っていうのが、ここの MAT 側ですね、発生しています。ちょっとですね、時を遡ると、そのバナナを取り合いしている時にですね、T 字側はですね、一体何をやってるかっていうところをですね、簡単に見ていきたいんだけど、こういう形でロングスモークですかね。ロングスモークを投げて、ここのボイラーの人と、このミッドですね、T 字をコントロールしに行くこと、やっぱり CT 側をですね、こことか、ここら辺に閉じ込めたいっていうところで、ここの主導権というものはやっぱテロ側が持っときたいんですね。そういったところから、バナナも大事だし、T 字ですね。ここのラインも結構大事になってくるんですね。もちろんアパートも大事ですと。そういったところのコントロールをしていますと。で、今回はバナナ側に多いっていうところと、今ですね、後にバナナに合流する選手がライブラリにスモークを投げるんですね。なので CT 目線はここで、ここにライブラリスモークが入ったというところで A スプリットの可能性あるなというところ。B にももちろん圧力がかかってるんだけど、この段階から言うと A が熱いな。このアーチのスモークも入ったので。というところで APEX がですね、座右からフラッシュをもらいます。ショートに置いているアープですね、そこに対してフラッシュをもらってピークショートするんだけど、アーチの方に逃げられてしまったっていうことと、カバーでですね、ロングから出てきたテロに倒されてしまって、ここで初めてですね、そのスプリットというか CT とバナナで挟むスプリットの形を今、MAT 側が完遂というか、行っていると。なんだけど、ここでちょうどですね、綺麗に一列になってしまって、AK で倒されてしまうんですね。で、ここでもね、一つポイントがあって、今、ネードへ飛んだっていうことと、プール倒されてしまうんですね。もちろんですね、テロです。CT 側にいるテロ目線から行くと、ここの今、ニューボックスですね、今、打ち合っているところに一人がいると。で、腕も当てているので、結構ヘルス削れてるなっていうことと、ここでもう最後の UTT ですね、グレネードがあるので、グレネードをモロトフがあって味方がプールで見てくれてる間に、ここに2人いるってことはもう確定しているので、グレネードを投げました。投げて飛んでから、ピークしてプールの敵を倒しに行くと。これなのですごい落ち着いてるんですね。で、ここで初めて設置が通ります。フラッシュ投げた座右のですね、ロップスですね、そこの視点も見ていきたいんだけど、やっぱ A スプリットの可能性あるので、実際に。ここでアーチ抜けたっていうことは可能性としてあるというか、アーチ抜けたっていう情報は入ってるんだけど、やっぱティア1あるあるっていうんですかね、やっぱり20秒というか、最後の4秒で設置してくるっていうことがやっぱりあるので、最終的にテロがA 入ってくるっていう時に自分たちがB 寄っちゃうと、そのテロがこの間にA ショットが進行してくるっていうことがあるので、これも野良とかだったらもうすぐにですね、もう走ってこういう動きをしてるんだけど、もうこの大会のこのレベルだからこそ、よりの時間がやっぱり遅くなっちゃうんですね。インフェルノの特性上、マップの特性上というところもあって、それで、テロ側は、なんとか今ここの2対2をやっていると。で、ここでもですね、ロップスがですね、座右からフラッシュもらっていくんだけど、ここですね、テロ側がしゃがんでいるので、しゃがんで待ってるんですよね。ここしゃがんで待っているので、ロップスの照準はここのヘッドラインに一応あってはいるんだけど、打てないっていう状況になっていると。で、対して待ってる側はですね、体が半分以上 CT 見えているので、
打って倒すことができると。ただそこにですね、座右ですね、アウプのカバーがいるので、ここ外したらもちろんやられてしまうんだけど、倒して1対1と。けどもちろんですね、その座右側は残り1人がどこいるかわからないっていうところで、CT を見て、サイトの中見るんだけど、やられてしまう。で、これもね、1対1細かいんだけど、まず最終バナナ確定しましたと。やっぱね、ここってその解除してから出る、CT が解除してから、ここの解除してる CT を狙って倒しに行くっていうような動きがあるんだけど、ここをですね、あえてちょっと早めにピークするっていうことが、非常に CT からするとかなり嫌ですよね。もちろん CT がここでコフィーを見ていたら、倒されてしまうんだけど、こうジャンプしてる間にピークしてるので、ここのタイミングが非常に完璧ですよね。やっぱり待っていて CT が解除したところを出るっていうところが、一つセオリーではあるんだけど、そこの、一つ裏をかくっていうプレーですね。そういうのが光ったプレーになって、MAT 側が勝利と。非常にですね、いろいろ参考になるインフェルのいろいろなものが詰まっているようなラウンドとなりました。で、9ラウンド目ですね。一つ前のラウンドで負けてしまったので、MAT 側がフォースバイ、ハーフバイという状況ですね。イーグルとテックナイン、そして投げ物はもうほんと最小限というところですね。モロトフ投げて早めにバナナのコントロールですね。モロトフ2つだけでコントロールできたので、UTT が少なく、バナナをコントロールすることができているというところなんだけど、フレームズにですね、まず、フラッシュもらってやられてしまうと。これね、投げてるものとしてはすごい単純なんですよね。よくあるこのしゃがんで、フラッシュ投げて、顔を出してピークすると。ですね、ここの今バナナ取ったレイク側がっていうのですね、今 CT に行ったエイペックスが見えて、こうピークするんだけど、フラッシュがですね、この間に投げてるんですね。投げてるので、軌道が見えないんですね。軌道が見えなかったので、避けるのも遅れてしまったというところで、これちょっとタイミングが悪かったかなっていうところですね。うまく噛み合ったっていう感じですね。バイタリティ側から行くと。で、先ほど話した通りですね、やっぱこの間も一人アパートにラークというか、こういった人っていうのは本当に必要になってくるので、いつでもね、A に行けるか B に行けるかっていう判断を IGL とかがするために、ここのライン取っとくっていうのは非常に大事なので、ここを基本的にやっぱり誰かしらが一人、どのチームもいるっていうところですね。で、今回ね、この後が一つすごい面白いというか、うまいプレーなんですよね。これを最初から決めていたかどうかっていうのはちょっとよくわからないんだけど、スモークを味方からおそらくもらって、ここの白線のところに合わせてですね、これもなかなか多分ほぼ投げる機会ないかなと思うんだけど、W ジャンプスローすると。っていうのと同時に、アパートですね、アパートから元木を投げると。で、この木を投げることによってですね、そのピットから見えないっていうところで、こういうスモークもです、たまに見るかなと思うんだけど、なかなかね、パグとかじゃ見ないかなっていうところですね。で、実際ね、こう、A ショート入ってくるっていう敵を、バイタリティ側が倒して2対4ですね。また MAT 側が2人側。しかも武器がディーグルとガリルしかないっていう、そういう状況になってます。もうちょっとスモーク投げた後のね、立ち回りを見ていきたいんだけど、スモーク投げましたと。で、投げてですね、要するにこれ何やろうとしてるかっていうと、A ショートフェイクの A ロング2人でプレイするというような、そういう話になってます。フラッシュをですね、こう、ショート側に投げて、で、2人ですね、ピット側とショート側で勝負すると。で、座右の支援も元木が入ったからちょっと A 中入ったんだけど、これね、よくフェイクっていうことがあるので、ロング警戒してるんですよね。警戒してるんだけど、ちょっとタイミング悪いというか、この間に、ショートですね、ショートのフラッシュと、ピットから、アパートから置いてきた敵がいたので、自分が中入ってしまうんですね。で、その間にこの2人が、ここのロング側を取ってると。で、もう一つですね、これが、ここの足音に注目してほしいんですよね。ここのロングの人の。ここまで歩いているので、APEX 視点からはちょっとわかんないんだけど、ここで足音をロングが、ちょっとどういう意図かはわからないんだけど、出してるんですね。で、この足音のおかげで APEX はここのロングを進行したっていう風に錯覚というか、思ってしまってライバラリを見たと。で、そこの間で、だからベイトというかおとりですね。足音のおとりを出して、リーグでワンパンの頭を持っていったと。これ、だいぶ狙っているような感じですね。おそらくこういう狙い、本当にこの狙いがあったんじゃないかなと思います。で、CT 側に走っていくと時間もないので。で、残った B アンカーのフレームズですね。ここで待っているんだけど、で、足音がね、2人聞こえたので、こうなってくると先ほどの話とはちょっと変わって、1ラウンド前の話は変わってきて、ここのザイウとロップスっていうのは、もう A っていうのはありえないと。もうここに2人いるので、倒して戻ってくるっていうのはありかもしれないけど、可能性としてはほぼほぼないなっていうところで、2人はこういう形で B に走って寄っていくことができると。で、ここのプレイもですね、こうガリレでジャンプするんですね、ジャンプ。このジャンプはちょっとミスなのか狙ったのかわからないんですけど、フレームズの視点からいくと、結構なんか変なピークに見えるんですよね。これもね、難しいですね。やっぱピークしてくる側が強いっていうところ。
で、最終的に2対2、同じようなシチュエーションです。同じような、先ほどと同じようなシチュエーションなんだけど、今度はさっきと違うのはもうバナナが解いてるって言ってるんですね。バナナが解いていて、CT も解いているので、もう完全に囲っている状況です。で、ここのニューボックスで打ち合ったので、座右視点から行くと、ここのニューボックスにいるってことは確定したので、歩いて、音を出さないで倒しに行こうとしたと。なんだけど横から撃たれてしまうんですね。これも設置した後にその CT を見て撃たれてしまって、あ、これ CT1 いるよっていうところで、じゃあちょっとギリギリまで引きつけてフラッシュを投げてピークしようっていうようなここの2人のやりとりですね。ここのケニとコフィンの人のやりとりが行われていたはずなんですよね。なんだけど、ドライでここのなんていうかな、なかなかないじゃないですか。一人でテック9で歩いてくるっていう座右が来て、それに気づいて M4 を構えて倒すと。なのでこれどっちが悪いかっていうか、座右のですね、ちょっと一風変わったプレイが、ちょっとうまくはまらなかったかなっていうようなプレイですね。で、ロップスのね、動きもね、かなり上手いというか、ここでニューボックス倒した後に、やっぱり一人ニューボックスいるって、ここが確定したので、残りは今見てるここら辺が怪しいんですよ、すごい。なので、座右が前行ってもらって、座右が前行って、ここで打ち合うときに、ここのテロがこう、裏を取るような、ものをさらに自分が裏を取るみたいな、こういう待ちをしていたんですね。なんだけど、この瞬間にコフィンにいるっていう人ですね、コフィンとニューボックスっていうのが確定したので、こういう立ち回りをしたと。だから2人でやってる動きっていうのは非常にバイタリティ側もうまいというか、本当に抜けがないんですね。そこの抜けがないところに座右がちょっと一風変わったプレーをしたんだけど、ここはね、M80 側が2対4を制して、ラウンド取得したというところですね。で非常に面白いラウンドでした。で、攻守変わって M80 側のですね、リテイクを今回は見ていきたいんですけど、最初はね、バイタリティ側はお金が全然なくて、みんなアーマーなしの、リーグルとか57ですね、テック9とか250ですね、P250 を使っていると。で、序盤はですね、こうバナナを取り合うっていうことはもう大体同じですね。同じなんだけど、ちょっと投げ物がないからバイタリティ側は、もう本当に体で与えに行くっていうようなことをここで座右が行ってますと。でこういう形でリーグルでドライで出ていくと、やっぱりこのレベルのリーグルって簡単に頭当ててくるので、なかなか油断は全くできないような状況ですね。で今のですね、座右がバナナでアクションを起こしたうちに、バイタリティ側は A ロングから進行していきますと。で、M4 で2人持っていってるんだけど、ここでロップスが、2キル持っていってますね。これがリーグでも油断できないっていうところで、一個一個ね、クリアリングしていって、ショート倒していくと。で、ショートのもう1人も、綺麗な頭をつって3対2ですね。で、先ほど言った通りやっぱ B に来る可能性ってあるのがあるので、やっぱ C がちょっとリテイクが確定するまで、人数が確定するまではこういう形で遅くなってしまうと。で、人数不利のリテイクシチュエーションですね。武器、バイタリティ側がアーマーはないと言ってもですね、A 中のリテイクって難しいっていうところだったり、武器はね、ここで今相手を倒したことによって調達できているので、ちょっとバイタリティ側の方が有利な感じはしますね。実際問題ちょっと微妙ですけど、五分五分っていう感じもしますけど、3人っていうところがあるので、ここで M80 側のリテイクを見ていきたいんですけど、まずですね、投げ物に注目してほしいんですけど、フラッシュ1人とモロトフフラッシュが1人っていうところで、投げ物としてはそんなにないけど、ここのモロトフがあるので、一応ピットが燃やせるっていう状況ですね。もうここのバナナから走ってきている時に、もうモロトフでピットを燃やそうっていう頭にはなっていると。で、ここの2人で一緒にこうサイト入っていきたいので、あくまでもこっちは先に入らないで、こっちのショート側を待っていきますと。で、ピット、モロトフ投げました。で、モロトフを投げたタイミングと同時に、とりあえずサイトフラッシュを投げるんですね。やっぱりこのフラッシュを投げることによって、例えばピットですね、こういうミニピットですね、ロップスがこう見てるミニピットが食らうんですよね。実際フラッシュオンできたので避けました、今。ここもね、しっかり見てるんですね。で、このフラッシュが一番今回の勝因に直結したのかなって僕は思っていて、ここの、いわゆるグレイブヤードにフラッシュを投げるんですね、ここ。これを投げて、SMG がロングから入っていって、最後、ここですね。3人倒してキットも拾って解除成功と。で、まずこのフラッシュの単純にいいところっていうのが、この壁のおかげで、このロングから進行していくときに自分は全く食らわないんですよね。なので、そもそも入っていきやすいっていうところがあるんだけど、ここね、バイタリティ側も、みんなやっぱり反射神経がいいっていうか、
こうちゃんと避けるんですね。こうしゃがんで起きてるんですよ。ロップスに関しては。下向かないでしゃがんで起きてるので、これもうまいですよね、一つ。で、M4 持ってるメジーは1個目のフラッシュは食らってしまって、2個目のフラッシュは自分はね、前見てるので、これは食らわないんですね。ここもね、一応自分しゃがんでるんですよ、今これ。これフラッシュをしゃがんでいるので、ちょっとでも避けようとしてるんですよね。一番ね、この被害を被ったというか、バイタリティ側にとって痛手だったのが、ここの座右が見れなくなったんですよね。このフラッシュの投げる音とかも聞こえるので、これですね、フラッシュを投げて入ってくるっていうところで、今ちょうどここにですね、フラッシュが見えていると思うんですけど、これのおかげで、右を見て隠れるんですね。アンチブラインドをすると。アンチブラインドしてる時に、ここの SMG が入ってくるんですよね。座右はまだ右を見ている状態ですと。その時に、SMG がメジーを倒すと。SMG がメジーを倒して、ここの箱を横にいる座右も倒して最後テイク9で倒すっていうところで、このフラッシュのおかげでうまくタイミングをずらしてるんですね。座右のエイムを。この視点から見るとよくわかると思うんだけど、ここでフラッシュ目1個目入りましたって言って、2個目のフラッシュがグレーブヤードに飛んできます。今飛びました。で、隠れます。で、この炸裂で座右が隠れてる。要するに見てないんですよね、このラインを。その時に SMG が入ってくるんですよ。で、横を打たれてしまう。だからこのラインを置き続けることができてるんだったら、おそらく座右やっぱり頭普通にバンバン当ててくるので、多分ここのロングのプレイヤーっていうのは倒されてるんだけど、このフラッシュのおかげで、ここのエイムの位置をずらすことができてるんですね、これ。ここもしも出てきたら多分頭当たってる可能性っていうのは非常に高いので。なんだけど、このフラッシュのおかげで自分がフリーというか、ピークできて倒すことができたっていうところで、やっぱりね、こういうフラッシュですね。このフラッシュも土壇場ですの忘れちゃうこともあるかもしれないんだけど、やっぱこういうフラッシュ一つ投げることによって、意外とこういう化学反応というか、思わぬところでピークがうまくいく。これはね、完全にこういう想定では言ってないと思うんですよね、メイティ側も。なんだけど、入るタイミングでフラッシュを投げて、こうリテイクするっていうことが非常に大事っていうことが、これをね、見ても皆さんわかるかなと思いますので、ぜひですね、自分が投げられるタイミングですね。ここでピットを燃やして、この瞬間にですね、例えばもうショートとか、ピットがこうショートをガンと勝負してきたらしょうがないんだけど、それってあんまりないと、やっぱ守ってる方が、CT 待ってる側も、リテイクを待ってる側のテロ側も有利なので、そこをね、警戒しつつ、で、投げられるタイミングでフラッシュをやっぱこうグレーブに投げて、で、最終入っていくですね。これも非常にうまかったですね。非常に落ち着いているプレイでした。っていうところで、こういうフラッシュがないと、このリテイクおそらく成功していなかったので、ぜひですね、これもパグであってもなんか、とりあえず適当に投げておくと、味方が食らわないようなフラッシュをね、こういうところで一つ一つ覚えてもらってやってあげると、パグはもちろんですね、大会でも強くなってくるかなと思うので、ぜひ、試してみてください。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。こういう形でですね、人数フリー、がなんで勝ったかっていうところをですね、いろいろ見ていって、僕もね、結構これ面白いなと思っているので、定期的にやっていきたいなと思ってますので、ぜひ次の動画もよろしくお願いします。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。